やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタの CT 線タッカー ST312D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが ST312D だよ。動作確認をしていこう。この ST312D は修理できなかったジャンクだって購入時の説明欄に書いてあった。出品者曰くコントローラーが壊れているらしい。確かに動かないけど LED がエラーを出している。本当にコントローラーが原因かな。早速分解していこう。ハウジングは合計11箇所のネジで留められている。ハウジングを開けてっと、マガジンを外して射出部品を外す。今回はバネが伸びた状態だけど、バネが圧縮されているときは装置の車線に入らないよう注意しよう。トリガーのスイッチをばらしていこう。トリガーのスイッチはコネクタに抜け止めの爪がついているので、それを押しながら抜いてやる。モーター周りのギアを外していこう。この部品が損耗しているね。モーターを持ち上げてっと、あー、これモーターの接続がプラスマイナス逆になっている。これじゃ動かんぞ。優勢ギアに賭けはなさそうだな。各コネクタも爪を押し込んでやりながら抜いていこう。スイッチ周りの動作確認いってみよう。スイッチはすべてノーマリオープン。つまりスイッチが動作すると導通するようになっている。あ、ここのスイッチが短絡してるね。LED がエラーを出していたのはそういうことか？スイッチはハウジングにつけたまま確認するとやりやすいよ。
今回の原因はスイッチっぽいな。モーターの動作確認をしよう。あれ？電流を調整してっと。正常に回ってるね。組み立てる前にハウジングの目ネジが一箇所緩くなっていたから修正しよう。プラリペアを用意したよ。こう穴を埋めるように。結構難しいな。こうかな。部品を揃えて組み立てていこう。LED とスイッチを組んでいくよ。今回問題のあったスイッチを新しいものにしたよ。こいつをトリガー側の前側につけよう。三振コネクターのスイッチは後ろにつけよう。次に優勢ギア周りを組んでいこう。ギア周りをグリスアップしていくよ。優勢ギアの外周のギアは上下に注意しよう。優勢ギアは刃が細かいから無理にねじ込まないようにしよう。刃が合えばスルッと入るよ。コントローラーとバッテリーコネクタをつけるよ。モーターのプラスには赤のマーキングがされているので間違えないよう注意しよう。モーター周りをハウジングに組み込んで各コネクタを接続してっと。今回この部品も新しいものに交換だ。最終段のギアを組み込んでこんな感じ。射出部品をハウジングに組み込むよ。トリガースイッチを組み立てて
ステープルのゴムスイッチを組み立てるの忘れてた。これをこうしてこれが ST312D の正しいレイアウトだ。組み立て時の参考になれば幸いだ。あとはマガジンを入れてネジを締めれば完成。さあ仕出しよう。最後に仕出するよ。まずはステープルを入れずにマガジンを開けて空打ちしよう。そうすると打ち込みの部分が定位置に戻る。ステープルをマガジンへ入れて打ったステープルが刺さっているのがわかるかな？いい感じ。さあ今回の ST312D の修理はどうだったかな？ ST312D の内部構造は基本的に ST112D と同じようだ。それじゃあまたね。